コンわさビーム。日本語 V ティーチャーのわさびです。12月のわさびニュースのお時間です。今月のトピックはご覧の通りです。概要欄にタイムスタンプもあるので、適当にすっ飛ばしたり巻き戻したりしてお楽しみください。ではまず、今月の日本のコーナーです。12月は別名、師走と言います。昔は師派せ月とも言ったそうです。この師は僧侶、お坊さんです。つまり、お坊さんも走るほど忙しい月という意味です。仏教にはその年にしてしまった悪いこと、罪を懺悔して身も心もきれいにするための仏明会という儀式、お祈りがあります。お坊さんたちはこのお祈りに参加できない人のためにいろいろなところに行ってお経をあげるそうです。昔は今のように車やバイクがなかったので、きっと本当に走っていたんでしょうね。大変。皆さんは今年どのようにして年越しカウントダウンをしますか？私は宇宙に帰省して美味しいものを食べながらゆっくり年越しするつもりです。年末年始はクリスマスカードや年賀状を書いたり、お世話になった人に挨拶をする機会が増えると思います。そこで今日は年末に使える便利な挨拶を紹介します。新コーナー、それちょっと日本語で言ってみたい。OK、まず私が言います。皆さんも一緒に言ってみましょう。1回目はゆっくり、2回目はネイティブのスピードで言います。大変お世話になりました。いいですよ。では、ネイティブなスピードでもう一回。大変お世話になりました。そうそう、その調子。では次のフレーズです。来年もよろしくお願いいたします。いいですね。ではネイティブのスピードで言ってみましょう。来年もよろしくお願いいたします。今日最後のフレーズです。良いお年をお迎えください。良いお年をお迎えください。素晴らしい。これで年末の挨拶はパーフェクトですね。これは12月の15日ぐらいから後に使うのが一番いいです。少し長くしたり、少し言葉を変えると年始にも使えます。本年も大変お世話になりありがとうございました。昨年も大変お世話になりありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。わさびニュース。では、今月の慣用句を一緒に勉強しましょう。今月の慣用句はこれ。年をまたぐ。これは今年やっていたことが次の年に続く、次の年にもするという意味です。でも、勉強などの習慣には使いません。では、どんな時に使うかというと、例えば、大掃除は年内に終わらせたかったのに、年をまたいでしまった。や、交渉は年をまたぐこともなく、年内にまとめることができた。このように、一つの出来事が、年という時間の境界を越えて、次の年に続くと言いたいときに使います。これは、日をまたぐ、月をまたぐ、年度をまたぐのように、言葉を変えても使うことができる表現です。カウントダウンライブや
イベントなどには、年を越す、年越しという言葉をよく使います。これは年をまたぐよりももっとシンプルに前の年から次の年に行くという意味で終わらなかったというニュアンスはありません。このように似た言葉、言い換えられる言葉、言い換えられない言葉がたくさんありますが、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。わさびニュース。大人気漢字道場のコーナーです。まずは先月の宿題を確認しましょう。この中のどの漢字が日本オリジナルの漢字でしょうという問題でしたね。答えはなんと全部です。国字は日本で作られた漢字なので基本的に全部訓読みです。国字が作られた理由は2つあります。一つは気候や自然の様子、生活スタイル、考え方などの日本文化を表現するためです。例えば植物や魚の名前にもたくさん国字があるのが特徴です。もう一つは中国以外の外国から入ってきた文化を表すためです。長さや重さなどの単位を表すものがたくさんありました。今はカタカナやアルファベットを使っています。とっても楽になってよかった。わさびニュース。今日最後のコーナーです。マシュマロもぐもぐでは小さな質問や皆さんからもらったコメントを読んでいます。マシュマロのリンクは概要欄に貼ってありますので気軽に送ってくださいね。では今日のマシュマロです。あとという漢字は後の読み方がありますが、その後持つ言葉が見つけません。桜田より。桜田さん、マシュマロありがとうございます。後を使った有名な言葉は後ほど、後々だと思います。これはどちらも後でという意味です。後ほどご連絡します。後々役に立つだろうのように使います。この2つの違いは、後々、これにだけ、将来にという意味があるところです。後は、後の丁寧な言い方です。なので、ビジネスシーンでは、後でよりも、後ほどを使います。それから、後にだけ、ちょっと特別な面白い使い方があります。今日の天気は晴れのち曇り。こんな使い方です。聞いたことがある人も多いと思います。これは今日は晴れます。でも後で曇りますという意味です。ぜひ日本語で天気予報を聞いてみてくださいね。皆さんの街は今日どんな天気ですか？わさびニュース。今月のわさびニュースはそろそろお別れのお時間です。2022年もたくさん新しい日本語を一緒に勉強しましたね。今年はチャンネル登録者数が1000人を超えたり、生配信をしたり、QA やマシュマロで皆さんと交流できてとっても楽しい、いい一年でした。皆さんはどうでしたか？もっともっと皆さんの質問や疑問に答えていきたいと思っているので、コメント、QA、マシュマロなど気軽に送ってくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーもん。バイバイ。